100点のアートクレヨン画展。今年も開催。あなたの力作待ってますよ。水平っぽくなるんですけども、それでも右下がりの方向として描かなきゃいけないんだよね。描くところとあまり描かないで、もっと全体の雰囲気をより強めるための表現に役立っている単純化した部分ですね。はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そうなんだ。ねえ、もう、柴崎ぐらいの年になるとね、静かにしていても夏バテしますね。柴崎の夏バテ予防はですね、生の生姜をね、薄くスライスして、お味噌をつけて食べるというやり方です。あなたの夏を乗り切る方法は何でしょうか？ねえ。そんな毎日暑い中ですけども、いつもね、柴崎の動画を見てくれて本当にありがとうございます。もうそしてたくさんのね、コメントと高評価。もう本当にこれはね、励みになるんですよ。ありがとう。今多分ちびっ子たちも夏休みかな？ね。今日はですね、柴崎ね、また添削をやってみたいと思います。柴崎が主催するオンラインサロン、柴津のね、メンバーの皆さんがアップしてくださった力作の中からね、これと思うものをちょっと選んでね、添削。柴崎の独断でなんですけどね、やってみます。はい。では、どんな絵をどう描くのかね。では、ゆっくりご覧くださいね。はい。添削、行ってみましょう。はい。はい。では、ちょっとね、どんな絵が今日来ているかね、見てみましょうね。いろいろあるね。みんな上手だな。これにしてみようかな。よいしょ。まみえさん、茨城の方で、SL 磐越物語となってます。SL ですね。もう、今あまり見かけないけども、観光列車としては、またあちこちにちょっとあるようですね。はい。柴崎も乗ったことあります。はい。小さい頃はね、柴崎の周り、ね、SL たくさんあったんですけど、今本当に観光列車の感じですね。SL に乗った思い出に一枚描きました。資料は旅の途中で、駅で撮影タイムがあり、そうなんだ。自分で撮った写真です。SL のぐっと、押してくる感じを出したくて、向きを少し変えたら、見事にバラバラになりました。というふうに書いてますね。はい。では、ちょっとね、どんな資料を使ったのか見てみましょうね。よいしょ。これだね。本当だ。駅に止まってるんだね。だけど、これは蒸気を、煙が出てるってことは蒸気を上げてるわけだから、この SL に乗っていったのかな？なんか、ちょっと話わかんないんだけど、案外そうかもわかんないね。で、駅に着いて、撮影タイムですよってんでみんな客車から降りてきてね、この写真撮ったのかもわかりません。で、それを描いたのが、これ。なるほど。なんかとにかくしっかり描けてるよね、基本的にね。もうそういうところはすごくいいと思うんですね。形がちょっとあれかな。これ、線路をこう曲げたんだよね。元の写真はどうだったんだか。写真はもっとまっすぐだったと思うから、このですね、もっと描きやすくするために、こういう形をですね、やっぱり基本的には大事に描いた方がいいかと思います。そういうとこかな。ね、それでこの向きから見たときの、こういうとこのね、円とかですね、そういう基本的な形がどうなってるかっていうことを含めて、今、ちょっとね、やってみたいと思います。はい。じゃあ、書いてみましょうね。まず、この辺がいいかな。このね、描かれた絵はですね、お写真を見ると、
ホームに立ってね、手を高く上に差し上げて写真撮ってるみたいなんですね。ですからどうしても蒸気機関車が相対的に小さく見えるので、今ここに書きますけども、蒸気機関車がもうちょっと大きいんだよとね、そういう感じに書いてみようと思います。はい。ですのでこの蒸気機関車のそばに立った時の自分ですね。はい。ここら辺に立ってるとして、その蒸気機関車は上の方まで高い、そういう感じですね。はい、この比較の上で見ることが大切かと思います。これ大きさですよね。はい、なのでこの線がその蒸気機関車のそばに行って立った時の自分の背の高さっていうのはそういう設定です。はい、で蒸気機関車はだんだん遠くに行くに従って細くなるんですね。はい、こうですよ。これ大事ですね。遠くにだんだん行って細く見える。こうです。でですね、この蒸気機関車をうまく書く方法なんですけど、ここね、箱として書きます。こんな風に。で、この箱で書くときに、ここなんですよね。この蒸気機関車が背が高いってことに表現するために、こうです。ね、この目の高さに向かって、この線がぐーっと下の方に下がるということです。こっちはゆっくり上がるんですけどね。こうやるとね、蒸気機関車が大きいっていうのにまず書きやすいんですよ。でもこれは中はこういうふうに透けて見えるわけですね。ここの捉え方が大事かな。はい。で、こんなふうに見えますよね。ここに板が立ってるんですよね。はい。これはデフレクターっていうものでね、通常デフというものです。はい。でここにですね、ボイラーがあるんですけども、このボイラーね、この横から少し見るとね、ちょっとまみえさんの絵はね、少し丸の形が強すぎるんだよね。もう少し縦長の楕円に描きましょう。そうするとちょっと斜め横から見た蒸気機関車がここで表現できてきます。でこれはずっとね、車体と同じように左の遠くに細くなります。でここにこれライトと言っていいのかな、ありますよね。これもね、ちょっと間宮さんの場合もちょっと丸いんだよね。ボイラーと同じようにもう少し平たい縦長の楕円です。ね、このどういう角度からこの円としての形を見るかっていうのが大事ですね。でここに煙突で、この場合の煙突は円筒形なんだけど下から見てるからこんな形ですよね。はい。このデフレッター、通常デフですね。こんな形ですね。はい。それでここに構造がしっかりついてるわけですね。はい。あとこれはどういう働きするのか柴崎ちょっと分かりかねないんですけど、円筒形のものがついてますよね。でこのデフなんですけど、これは何かっていうと、これ日本語で言うとね、助演板っていうんですね。はい。トンネルなんか入っていくときにですね、はい、もうこの位置関係をちょっと確認しながら、この助演板を見るんですけど、そうだ、まずこの話しながら書こうね。でこう円筒形になってて、ここにこれ磐越物語と書いた、これなんだろう、記念列車かな。ね、その看板がついてますよね。これも同じ楕円です。はい。この3つの楕円ね、うまく描けるといいんだけどね。斜め横から見てるから平たい楕円なんですよね、縦長の。はい。ですね、こうなって。で、この助演板って話をもう一回したんだけど、何であるかっていうとですね、まずその前にこう話してあげるな。はい。ここですね。これ見ますと、多分ここ連結器ですよね。もう結構いろんなものがついてるんですよね。それでこっちの方に多分こうなって、ここはラッセルするための雪なんかをね跳ね飛ばすためのラッセルの機構だと思うんですよね。多分そういうものがついてるんだろうと思います。はい。でいいかな。
ちょっと書きながらさっきの助演版の話ですけど、これね、日本みたいにトンネルの多いとこですねに必要として設置されてるものらしいんですよ。トンネルが入るとね、この煙がですね、機関車にまとわりついてね、運転する人がね、前が見えなくなるらしいんですね。それを防ぐためにね、助演板がついてる、いわゆるレフがついてるというふうに聞きました。はい。そんな話しながら、この楕円をこうだよね。はい。それでずっとなってるというわけです。ここはボイラー室ですよね。一番この機関車が力を発揮するために蒸気を作る場所ですね。はい。あとはこうなって、いろいろあるんだよね。本当はここの辺りもなんていうか、シリンダーとかね、そういう大事な機構がいっぱいついてるんですけども、お写真見るとあまり細かく写ってないからですね、ちょっと省略気味に書こうかなと思います。はい。さあ、だんだんどうでしょうかね、蒸気機関車らしくなってきた。ここはですね、これ蒸気ドームっていうんですよね。蒸気を一旦保留する場所かな。はい、そういうものがね、上にくっついてます。2つぐらいついてるのもあるかな。それでその後ろに、機関室がついてくるんですけど、このドームと機関室の間が、要するに石炭をくべて火を燃やすところですね。そうなってるわけです。で後ろの方いろいろあるんですけども、このお写真でもわからないしですね、真美さんの絵でもちょっとよく分かってないようなので、柴崎はこれはですね、ちょっと省略気味に描いて逆に機関車の走ってる雰囲気を作ろうと思います。はい。どうなるかちょっとね、柴崎も描いてみないと分かんないんですけど。はい。で、ここですね。はい。こうやって小さいのがついて、で、そこからですね、主連棒というね、棒がつながって、動輪と接続してるわけですね。はい。で、線路ですね。で円形が見えたように書いてありますね。季節がいつなのかななんか山にちょっと緑の、これ樹木かななんかなってますね。はい、皆さんそんな風に書いてくれてます。さあ、これでどうかな。ちょっとね、機関車が大きくなってます。で、柴崎これね、煙を描こうと思います。で、真美恵さんのはね、この駅に今止まってるんですけど、柴崎シュッポシュッポ走ってるんだよね。そんな感じに描きますね。はい。ね、で楽しんでみてくださいね。さあ、でここにナンバープレートかななんかあるんですが、ここもねちょっと真美恵さんの絵はね、これ傾きが逆に描いてるんですよね。そうではなくて、右下がりの形です。そしてこれが多分このボイラーを開け閉めする部分ですよね。はい。そんなことかと思います。では塗ってみます。ちょっとまず水で軽く濡らしますね。でウェットウェットで空から行ってみたいと思います。はい。もういつもの通りたっぷりの絵の具ですね。はい。さあ、にじみましたよ。空はあっさりとです。それでですね、今からちょっと色をお見せしますけど、機関車の色っていうか、最初煙描きますね。はい。ここです。紙濡らしてあるからね、煙描きやすいんですよ。こんな感じです。ポッ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 って走るシーンですね。だから煙が勢いよく出てます。もう画面の外にはみ出てます。だんだん煙薄くなってきますね。これもこの水彩だとうまくいくんですよね。あなたもぜひ楽しんで一緒にやってみたらいかがでしょう。ほら、この雰囲気です。ね。太い筆で描くとうまくいきます。さあでは、ボイラー室描きますよ。はい。
このボイラー室は少しこう真ん中がこう膨らんでんのかな、そういう感じもちょっと描きたいですね。まあそこは三重さんの絵も非常に努力して描いてあるんですね。はい。だから右上の方がちょっと明るくですよね。こっちのは暗くです。こう描くと、こうこうやってね丸く膨らんだ感じ、こういう感じになるかな。言ってみますね。はい。ちょっと筆が太いので持ち替えます。はい。やっぱり水彩のにじみの効果を生かしてですね。はい。それでここですね。さっきから言ってる、デフですね。はい。いわゆる助演版というやつですね。ここを書きましょう。正直ね、ここね、最初ね、何ともあるか分からなかったんですよ。はい。これあそこどこだったっけな、静岡のあっちの方ですね、柴崎も蒸気機関車に乗った時にですね、ちょっとこれ聞いてみたんですね。たらこれトンネル入った時ね、煙がね、車体にこう絡まらないように、ね、するためにあるんだっていう教えてもらいまして、勉強になりました。そういえば確かにあんまりトンネルがない、例えばヨーロッパとかですね、特にアメリカの横断鉄道なんか昔の見ると助演版なんかないですよね。トンネルがないからいらないんだよ多分ね。日本なんかトンネルだらけだから、やっぱりこういうもん発明したんでしょうね。はい。さあ今それを真面目に書いてますね。通常デフというんだそうですよ。ね、あなたも機関車見たら、お、このデフああだなこうだって言ったらどうでしょうね。ここフラットノイです。ね、でぐっと遠くに行くな、そういう感じですよ。はい。で今度はこっちの機関車の側面ですね。ちょっと今資料と見比べな書いてますからね、間違うといけないので、はい、ボイラー室なんですね。ここはまあ基本的には円筒形ですね。はい。で、まあ、この機関車の後ろの方についてる、まあ、機関室のとこになんていうの、加湿っていうのかな、火を燃やすね、ところ、なんだ、石炭をねくべて火を燃やすんですよね。それで水を蒸気にする、そのためのこれボイラーですよね。細長い形で円筒形です。はい。この中にその水を蒸気にするための細長い管が何本も取ってんだよね。よく考えましたねこれね。はい。ちょっと詳しいんじゃないですね。はい。でこれはネームプレートっていうので何プレートって言ったらいいんでしょうね。これはこうやって右下がりの方向です。ここちょっとあれだね。三重さんの場合はちょっと方向が間違ったんだね。はい。こんな感じかな。ここちょっと引っかこうかな。よいしょっと。こっちもちょっとこんな感じかなはい。で、これはライトじゃなくて正式名はなんていうのかしら。まあライトでしょうけどね。こう楕円でしたね。はい。でそれが結構こう厚みがあるんだよね、なんかね。で煙突はこれ三重さんも上手に描いてますね。このとこ白を残して煙突がこうね、円筒形でこうピカピカって光った感じをうまく描いてます。はい。こうだよね。うん。でここにこれがちょっと接続したように、これちょっとよくわからないんだよね、資料を見ても。あんまり白いてもあんまりピカピカ光るとなんか新品になりすぎからちょっと弱くしようかな。はい。このくらいで、それでここのライトの側面に色がくっついて一緒になればいいんですね。これ結構縦長の楕円をうまく残さなきゃいけないので、
ちょっと丁寧に書きますね。はい、こっち向きです。左に向かって下がってるんだよね。はい。だから構造線としては左に向かって下がるか右に向かって下がるかだけですので、それをこう間違いなく書けば、大体うまくね形はできるんだろうと思います。はい、こうなっていって、でこれがこっちに影としてこれ多分落ちるようにしたら煙突と一体感できていいかな。こんな感じかしら。はい。でボイラーのとこですね。ちょっと反射を取ってこのくらいかな。はい。どうだろう。ね。ちょっと資料を見ながらあんまり間違っちゃいけないからですね。はい、一応見ながら書いてますけど。ここ煙突。これもあれですよね。煙突も実は見るとね、世界の蒸気会社随分結構バラエティに富んでるんですよね。はい。煙突一つでもなんか面白いですね、見てみると。はい、これは SL 磐越なんとか号って書いてあるから何だったんだろうね。こう観光客のお客さんを楽しませるための特別列車だったのかな。ねえ、そんな感じなのかしら。はい、ここだよね。はい、これはね、ここもだからボイラーの正面と同じ比率の縦長の楕円ですよね。はい。ことによるとこの三重さんはね、この機関車が写真よりもっと正面に向かってきたように描きたかったのかな。だからこう丸くしたのかしら。しかしそうだとするとこのライトとかですね、このデフの形や方向がちょっと違うような感じもするので、ちょっとここ意図がはっきりしないんですけども、よくわかんないので、しばらくは一応写真にのっとってちょっと描きますね。はい。こうですね。はい。ここら辺をちょっと最初時間かかるんですけども、やっぱり少しこう丁寧に描くっていうのは大事でしょうね。でやっぱり絵としての大事なのは丁寧に描くとこと大きく処理するとこってこの2つがやっぱり必要なんですよね。今丁寧に描くところを柴崎とっかかってますのでね、あんまり資料と本物と間違いないようにですね。また三重さんの作品からあんまり乖離しないように、一応気を使って書いてるつもりなんですけど、だからちょっと時間かかりますけどね、ゆっくり見てください。あと一気に仕上げてみたいと思ってますからね。はい、これもこうやって、だんだん目の高さに近づくから水平っぽくなるんですけども、それでも右下がりの方向として書かなきゃいけないんだよね。はい。だから本当にこう形としては右下がり、正面は右下がり、側面は左下がりという方向の構造として書いていけばね、そんなに間違いがないと思いますね。はい、これもなんかいろいろなものが小さいライトみたいなものとかね、なんかよく見るとくっついてるんですよね。くっついてますが、あんまり細かいものちょっとねこの紙の大きさではちょっと書きにくいですので、ちょっとざっくり大きく書きますね。はい。でデフがもうちょっとこのくらいかな。もうちょっとこっちに出っ張ってる雰囲気あるな。ちょっと直しますね。はい。このくらいでしょうか。はい。この
何でもそうですけどね、その道の達人っていっぱいいるんですよね。で、柴崎もね、よく展覧会開くとですね、やっぱりいろいろ書くんですけどね、小鳥を描いたり、特に動物なんか描くとですね、その道のね詳しい人がいるんですよ。それで逆に柴崎にねアドバイスしてくれたりもするんですけど、柴崎のうちの周りにですね、結構撮り鉄の方がですね、柴崎のとこは結構ローカル線が走ってますので、ね、撮り鉄の方がねよく車でね来て写真撮ってるんですよね。そういう人から見るとね、こういう、列車もそうでしょうけど、こういうのの形や構造うるさいでしょうね。で、あんまりそういう方たちにですね、これはとても我慢ならんというふうにならないようにですね、最低の柴崎の知識と、資料を首っ引きでね、今ここら辺だけはどうしてもこう書いた方がいいだろうってところをやってます。はい。はい。これもですね、ちょっとフラットで、これちょっとこう写真見るとちょっと出っ張ってるようにも見えるんだよ、なんかね、こんな上ね。これなんだろうね。はい。ここの円筒形のこう光ったとかは多分真鍮かなんか出てきてんだね。黄色く光ってるからそうでしょうか。はい。こうかな。こういうのがはみ出さないようにちょっと丁寧になりますね。はい。それでこうなって、でここになんかガチャンとね、なんて言ったっけ、なんかねこう接続するものがついてですね。子供の頃柴崎のあたりもこういう機関車がね走っていまして、他の貨車とかなんかでガチャンってつなげるんですよね。こう手でなんか掴むような感じにここなってましてね、なんか握手するみたいにガチャンとつながるんですよね。そういうのをこう見てました。昔はそういうの見てても怒られなかったですね。おおらかな時代ですね。はい。でこっちはここもフラットかな、こうかなですね、多分ね。はい、こうだろうか。それで、全体にこう黒っぽいんですけども、その中でこう少しずつこう水の量を変えたりね、それからそうそう、ここね、ここが多分ラッセルするね、雪がいっぱい降った時にねかき分けて走るものかな。多分これ観光客に見せるために冬じゃなくてもこれをくっつけてデモンストレーションしてるのかね。ここちょっと紙の白を残してここになりましょうね。こんな感じかな。これも正式名は何て言うんだろうね。除雪機とかなんか言うのかな。違うのでしょうかね。これも形としてはよく考えてますね。よいしょと、こうでいいかな。もうちょっと幅広くかな。これ大丈夫かな。はい。少し肉厚にしますね。この方が頑丈でいいかな。はい。で、こう境目はここにもなんかいろいろありそうなんですけども、あるぞという感じにしましょうか。はい。ちょっと残してですね、そんな暗示ですね。はい。どうかしら。ねえ、この蒸気機関が発明されて、ね、今の私たちのこの何ですか、この今の生活につながる、そういうものの夜明けですよね、きっとね。はい。すごい発明があったんですね。はい。こんな雰囲気かな。じゃあこっちの、デフの側面ですね。
ここ塗っていきましょうか。でここもこっちは左下がりでしたね。こっちです。ちょっと塗ってここちょっと紙の白を残してここら辺ですね。ここもちょっといろいろあってですね、ここら辺にこうシリンダーなんかもあるんですよね。はい。あるんだけども、あんまりここを細かく描かない方が、この顔の部分ですね、この正面の部分がですね、強くこうアピールできるかなと思います。ですので、ここら辺は多分こうシリンダーってこれ溜めた蒸気でその蒸気圧で、ピストンを動かすんですよね。一番この機関車って大事な部分です。それがねここにあるんですよ。はい、ここですね資料を今見てるんですけど、しかもここだから一番ここ日陰で暗くなってるんですよね。だから一番ここと暗く描きたいんですけど、でもどうかな、やっぱりこう走ってるって感じにしたいので、ここら辺ですね、書き込みはほどほどにしますね。はい。ちょっと潰しますね、これね。はい。潰してですね。はい。で、こうなってと、ここら辺で、ここに、蒸気ドームですね。で、ここからここにこのボイラーの長い側面がここに見えてくるっていう感じかな。でこっちは反射の明るさで資料を見るとちょっと光ってるんですよね。青光にして、そんな色をちょっと塗ってみました。はい、こうかしら。でここ暗くですね。色を変えて、これは大胆にしましょうかね。はい、あんまり説明しないにしたいと思います。ちょっとなんかあるでしょうみたいな感じにしたいかなと思います。はい。蒸気ドームがここ2つぐらいあるのかな。ちょっと定かでないんですけれども、それで加湿があって機関室ですよね。はい。こんな配置かしらね。はい。で、あとはここはちょっと紙の白を残しながらちょっと書きますね。はい。これはいろいろあるよっていう感じですね。はい。その方がいいかもわかんないですね。でこうやってちょっとガサガサ塗ってちょっと紙の白を少しずつ残すように心がけます。はい。でここ機関室があって、でその後ろに燃料車っていうか石炭の積んでる水を積んでるのかな、そういうのがこう連結されてるんだよね。こうでしょうか。だんだん遠く言ったら単純化です。さあじゃあちょっといらない線をねちょっと消しますね。ちょっとあれまだ乾いてなかった。ちょっと紙汚れましたけど、はい。どうでしょうか。このくらいにすると側面のところを少し単純化した方がこの機関車の顔が見やすいかな。はい。で濡らして、じゃあ遠くのですね。これ真美恵さん上手に書いてるんですけど、柴崎ね逆にあんまり細かく書かないようにします。こう機関車がこう走った感じにするためですね。遠くあまり詳しく書くとこう機関車が静止したように見えるといけないので、お花もこんな感じです。チャッと書いて終わりですね。はいはい、こうですね。こんな雰囲気でしょうか。はい。この線路の周囲のこの石ですね、結構赤茶けてるんですよね。これはもう列車が通ってその鉄がですね多分、
線路と摩擦でですね、鉄の粉が飛び散って、それが赤茶けた色なんだよね。はい、それでですね、ここら辺なんで、ここにね、はい、ここにこの後ろの方に一番この列車を動かすね動輪っていうのがあって、でかいんですよね、動輪っていうのは。これ間宮さんね、非常に詳しく書いてありますね。動輪が3つちゃんと正しい形で書いてありますね。これは資料かなんか調べて書いたのかな。とてもよくできてるんですけども、ちょっと待ってください。今気づいたんですけど、ちょっと煙突がね少し長すぎたような感じがするので直しますね。はい。下から見てるからこんなに煙突長く見えるはずがないもんね。あんまり長いと汽笛一斉新橋で走った弁慶号の煙突みたいになっちゃっていけないから短くしますね。このくらいだろうかね。はい。こうかな。この方が機関車が背が高く見えるよね。はい。こうでいいかな。ちょっと丁寧に楕円を描いて、でもう一回ここでもくもくもくね、煙がポッ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 と吹き出るところですね。ここはちょっと垂直に上に向かってポッポッポッ出て、こうでしょうか。こうだよね。でこっちに来てだんだん明るくですよね。この煙って結構重くて下の方に垂れ下がってくるんだよね。だからこの辺こうやって洗って下の方に垂れ下がってきた煙、こうしますね。この方がいいかな。ね、煙と一体化して。でも機関士さんが煙そうですね。はい。だからデファンがいるのかな。それで線路ですね。間宮さんの場合は手前の方に向かってきたように書きたかったとおっしゃってるんですけど、少しちょっと極端かもね。これこんなに車と自動車と違うから、これほど列車っていうのは急カーブ切れないんですよね。脱線してしまいますので、ですので柴崎はあんまり無理がないようにちょっと。でここが機関車の地面に落ちた影ですね。はい、光が画面の右斜め上から来てるという設定で書いてます。ちょっと引っかきますね。よいしょっと。はい。この感じでいいかな。でここに枕木ですね。これはちょっとです。絵の具を飛ばして、でここにある採石ですね。でここなんですけど、柴崎はですね、この煙と同じここからですね、このシリンダーからね蒸気がシャ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 ッと出ているように書きます。こんなふうにですね。これたまった蒸気を捨てるっていうか吐き出すんだよね。シャシャシャね、皆さんもご覧になったことあると思いますし、機関車というとね、この煙突が出るポッ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 と音と、それからこの下から蒸気を吹き出るシャシャシャって、この2つの音ですよね。これが蒸気機関車を連想させる主な音ですよね。はい、だからこの大きな間宮さん頑張ってくれた動輪はですね、柴崎全部書かないことにしました。はい、このように絵っていうのはこの書くところとあまり書かないで、もっと全体の雰囲気をより強めるための表現に役立っている単純化した部分ですね。そういうところがあると、見る人はもっとイメージが膨らむんだろうというような考えですね。はい、さあどうでしょうか。走ってる見えるかな。はい。じゃあちょっとガッシュでちょっと細かいもの書きますね。このボイラー室のここ開けるとこだよね。はい、それちょっとだけ書いてこんな感じかな。はい。それでここが
C57180 ってんですけど、見えないがちっちゃいので、このくらいでいいでしょうかね。はい、ちょっと光った感じ。こうかな。はい。それで、これなんかね、最初に言ったようになんかあるんですよね。なんか細い鉄柵みたいなのもあったりねしますよね。鉄の棒みたいになってました。ちょっとこうでしょうかねみたいにちょっと書いておきましょうね。はい。このくらいでいいかな。連結の部分ですね。はい。それでこんなとこライトがついてるかもわかんない。どうかな。待ってください。これか。ここら辺？ここに。そうね。この蒸気ドームはここにくっついて見えるんだね。ごめん。はい、そうでしたね。こうなってんだ、資料を見ると。はい。で、手前を少し色を重ねて、この地面の奥行き感ですね。それでいよいよここですね。このデフが多分外れないようにきっちりつけてあると思うんですね。これを書きましょう。はい。2本目、助演板煙を防ぐ板ですね。はい。助演板なんかかっこいい名前ですね。はい。でここ日陰を書いて、さあこれでなんとなく全体見えたでしょうかね。はい。でこちらあんまり書きすぎないですね。C57 ですね。はい。ちょっとこんな感じかな。なんかありますよみたいな雰囲気ですね。はい。はい、ボイラーの顔です。さあ、じゃあちょっと剥がしてみましょうね。どうかな。走った感じになったでしょうか。間宮さんのもね、本当にもうしっかりね色を塗ってね、よくできてます。ただこの大きくするためにね、背が高いんだよってするためにやっぱり正面向きは右下がりですね。こことここ結んで右下がりでこう書くと、ここですね。はい。下げてね、蒸気機関車の大きさを書いてみようというわけです。どうかな。それからだからこういうのもね右下がりだ、だんだんこうなったらだんだん水平っぽくなるんですけども、はい。でもうとにかくねよく、基本的には書けてるんですね。とても丁寧に書けました。はい。ね、間宮さん頑張ってくれましたね。はい。で、柴崎はですね、ちょっと絵を楽しむためですね、この煙でね、機関車の力強くね、走ってる感じですね。そういう雰囲気を表現するというふうにしたので、参考にしてみてくださいね。はい。それから走ってるっていうことをすれば、ここですよね。シューって言いながらね、ボイラー室から出てきたこの蒸気ですね。でそれで隠してですね、これはもう全部見せないで、これもうちょっとね感じてくださいみたいな、そういうところですね。はい。さあということでどうかな、楽しんでもらえたかな。今回この機会を持ってね書いてとても楽しいですね。はい。あとここの基本形ですね。やっぱりまずこの箱として捉えるこうでした。で正面と側面をこのようにしっかりと表現し分けるというわけですね。はい。
こういう捉え方です。はい。常にこの単純な基本形を見るということは大事でしょうね。はい。立体感をこのように描きます。はい。これで出来上がりです。はい。ねえ、書き上がりました。どうだったかな。非常にしっかり書いてあってね、とても良かったんですよね。本当に。機関車がちょっと大きく見えるためにね、構造線って言うんですけど、もう少し右左、下の下げたらいいですよとかね。それから、柴崎ちょっと、せっかくだから、ちょっと走るように書いてるよね。省略するやり方とかね。そんなことを話してみました。ね。絵を描くあなた、あるいは絵を楽しむあなた、ね。楽しんで参考になったら嬉しいです。さて、ここでね、お知らせですね。まず、これです。ね。100点のアートクレヨン画展の作品募集中です。はい。アートクレヨンを使って描いたものであれば、もう小さいお子さんから、柴崎くらいのね、頑張っているね、世代の方まで、もうどなたでも出品できます。出品料無料です。はい。ちなみにね、もうどんどん柴崎のところにね、もうすごい力作、もう寄せてくれてるんですよ。ね、ちょっと気になるでしょ。ちょっと2点ほどお見せしますね。まず、これです。すごいでしょ？アートクレヨンでビチッと書いてあるよね。で、お花畑がね、満開のお花畑が道の左右に奥までずらーっと広がってるよね。うん。で、その道の真ん中で女性がね、もうここに向かって歩くのか、あるいは歩いてきて今ちょっと振り返ったのか。ね。道に暗い影がスッと伸びてます。今の夏のそういう雰囲気かな？色よく重ねてね、書いてありますね。このような人物画でもいいんですね。もう自分のイメージで展開した人物画でいいんですよ。イメージで展開した人物がまだあります。これです。ほら。ねえ。楽しいでしょ、これ。田んぼに苗が植わったばかりの田んぼだよね。これもよく書いてあるんだけど、そこに、サギがね、土壌を食べに来たりしてるんだけども、なんとそこにお布団かな、かけて、小さいお子さんがねんねしてるよね。その、向こうにこの子がいるのか、ね、足元にもワンちゃんもいるし、それから熊のぬいぐるみさんも一緒に水に寝てたりね、そういうダブルイメージみたいな、こういう絵でもいいですよね。物語がありそうで、とても楽しいじゃないですか。はい。だから、同じ人物を描く、人間を描くと言っても、もうこんないろいろですね。あなたの描きたいようなスタイルで、描きたいようなイメージで描いていいんですよ。ねえ、正直本当に楽しみに待ってます。この作品、もう本当に募集してるんですけども、アートクレヨンと言いますと、アートクレヨンを使った教室があります。これは月1回ですね。ペンテルさんの最上階の建物の中にある素晴らしい教室なんですよ。ここで柴崎と一緒にお絵かきしましょう。手ぶらで来てください。もう全部画材を用意してあります。ね。あとですね、講座で言うと、柴崎が主催するオンラインの中の水彩講座もあります。ね。これはチャットで、あなたの意見をね、柴崎聞きながら、柴崎がこちらでおしゃべりしながら、一緒に水彩で絵を描いています。水彩で絵を描く講座はもう一つあるんですよ。これが、NHK 文化センター青山教室なんですね。はい、ちょっとご覧くださいね。これです。ちょっと色が違うとこね、ちょっとはみ出しちゃったとこね、あってもそれも大丈夫。それを絵を描く楽しさだからね。画家柴崎春道さんと楽しく描く水彩画。細く描いたり、押し付けると太くなる。少しお水を加えて明るくしてから、
びっくりするほどうまく描けると話題になった E テレ3ヶ月でマスターする絵を描くの講師、柴崎春道さんと楽しく水彩画を学ぶ講座。小中学校の授業でうまく描けなかったというあなたも大丈夫。教え方の達人、柴崎さんの水彩画の魅力を引き出すテクニックで楽しく学び、上手に描くことができます。左右にこう手を振らすようにギザギザギザっと。会場受講は手ぶらでご参加いただけます。ネットで見てるから大丈夫かな。オンラインで受講も可能。塗り残してもいいんですよね。かえって塗り残すぐらいがね、達人みたいでかっこいいんですよ。うまくいかなくて参加者のお悩みに柴崎さんが描き方のコツをアドバイス。ツートンカラーのおまんじゅうみたいな感じ。ちょっと持ってきて。いいですよ、これで。ちゃんと立派なお山に描けてると思います。ここでギザギザしたお山にご自分なりのパターンをこう描いていけばいいわけですよね。ここの木ですね。もう少しこう暗く描いてあげると、この山が遠くに行って見えるんですよね。会場参加者には直筆サイン入りの限定ポストカードをプレゼント。柴崎さんとの握手やツーショット写真撮影、そして後から復習できる見逃し配信の特典付きです。E テレ3ヶ月でマスターする絵を描くで柴崎さんが描いた原画の展示も行います。柴崎さんとの講座で水彩画の世界を一緒に楽しみましょう。はい。ね、こういう。だからこれオンラインでも受けられるし、それからお教室でも柴崎と一緒に絵を描くことも可能です。待ってます。ね、今日は、暑い中ですけどね、添削やってみました。ね。はい。また次回ね、違うテーマ、そして違う作品で柴崎はあなたと元気にお会いしたいと思っています。はい。またすぐですね。はい。ね。では、またお会いしましょう。はい。どうもありがとう。はい。柴崎でした。